鶴見から新川崎に向かって歩きます。一応相鉄 JR 直通線の沿線を歩くということになっていますが、もうほぼ横須賀線扱いされても良いような区間と思ってしまいます。ただ横須賀線とちょっと違うのは、鶴見駅には相鉄 JR 直通線用のホームはないため通過しなければいけない点です。いや、それはもったいない。どうせならホームを何とかして停車した方が便利が良いという意見がありますが、しばらくその実現はないだろうという見方も出ています。鶴見駅は西口から東口に向けて、鶴見線、横須賀線、京浜東北線、東海道線、東海道貨物線及び相鉄 JR 線の順番に線路が並んでいます。じゃあそれを一つぐらい借りればいいんじゃないかと考えますが、横須賀線や貨物列車などの影響が大きすぎるため無理ということです。それでは相鉄 JR 直通線の専用のホームを作ったらどうかと国会に提案されたことがあるようです。ちょうどこの貨物線には機関士の交換や貨車などの留置で使用できる引き込み線が3本設置されていまして、これを移設することで新しいホームを設置するスペースが確保できるそうです。しかし予算的には180億円から200億円の工事費と12年から14年の工事期間が必要だという試算結果が出ていて、近いうちに利用できるということはないようです。ちなみにいろいろ批判されております東京オリンピック及びパラリンピックの開閉会式合わせての予算上限は165億円であり、これと大体同じです。ここからしばらく相鉄 JR 直通線横須賀線は並走するようになります。そしてその東およそ300メートルぐらいの位置にやはり南武線が並走しております。南武線の沿線について以前自分が歩いた動画を公開しましたが、割と住宅街の真ん中を通る路線でした。この南武線はもともと JR ではなく南武鉄道という私鉄だったため、近距離の市民の足に近い路線でした。一方、相鉄 JR 直通線横須賀線はもともと旅客のための線路ではなく貨物用の線路だったようです。そのため線路用の用地がドーンと確保されており、駅の間も距離があり、また近くに大きな工場とかも目立ちます。この辺と言わず南武線沿線は消費地に近く、電力、水、土地、労働力、協力会社などが確保しやすいという条件が揃っており、川崎市の誘致もあったためらしいです。
工場といえば、新川崎駅の 1km ほど手前に NEC と富士通がほとんど同じ敷地にあります。もともと富士通のあった場所はパイオニアが入っていましたが、富士通が買い取ってわざわざ NEC の近くに2016年に引っ越してきたらしいです。NEC 富士通が事業統合をするらしく、それに NTT が協力しているような話があり、新川崎駅付近でそれが形になってきたわけです。以上、新川崎駅からでした。